はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップルの最新情報や SEC 関連の情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方からですね、情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。今回はですね、2年間リップルの訴訟問題をですね、追い続けてきた、弁護士兼 YouTuber の、ジェレミー・ホーガンさんがですね、YouTube の方に、略式判決の結果予想の動画をですね、アップしましたので、僕の方で翻訳してまとめましたので、そちらの方ですね、共有の方をしていきたいと思います。題目こちらですね、結論、YouTube リンク、私の予想は結果の可能性に基づいて行われますということで、リップル社勝訴の可能性、SEC 勝訴の可能性、引き分けの可能性、考えもしなかった展開の可能性ということですね、解説をしていきたいと思います。まず結論としまして、ジェレミー・ホーガンさんですね、訴訟、予想は 50.12% の確率でリップル社勝利、29.88% の確率で SEC が勝つ、リップルが負ける可能性があるが、その中で勝つ可能性は 19.11% で、これは引き分けということで、これ結論でですね、締めくくられております。YouTube リンク載せておりますので、今回のブログの、概要欄にですね、今回のブログの記事のリンク貼っておきますので、そちらクリックしていただけましたら、今回の動画の内容のね、記事見れますので、そちらクリックしてね、動画の方見たい方はこちらですね、YouTube クリックしていただければと思います。で、私の予想は結果の可能性に基づいて行われますということで、こちらからですね、始まっております。なぜなら、考えられる結果がいくつかあり、次の10分から15分でそれを全て説明します。この事件は正式に、トーレス裁判官の手に渡ったと。彼女はその気になれば明日にでも意見を述べることができるだろうが、それはしないだろう。まず最初に言っておきますが、SEC の準備書面は以前の2通よりもはるかに優れていますと。以前の2通は印象的ではありませんでしたが、この準備書面はずっと優れており、少なくとも XRP が証券として販売されたという立場について、裁判官にまとまった考えを与えており、良い仕事をしたと思いましたと。裁判所は議論の余地のない事実と状況を全て分析すべきですと。これには被告の発言と行動、XRP とリップルの経済実態、財務的要因と契約上の条件が含まれていますと。XRP の販売に、関する契約条件、投資意図を示す価格調整値引きなど、議論の余地のない事実は、投資家が XRP にお金を払い、リップル社はその資金を XRP の普及と利用価値の追求のために使用すると述べたこと、リップル社は、また投資家に対して XRP が成功した場合の価値を見出すことを述べたこと、投資家に対して、もし成功すれば XRP の需要は増加し、XRP の利益を得られるよう投資家の期待を集めていたと。で、機関投資家を含む投資家は XRP に20億ドル以上を投資し、彼らは期待をしていたので、リップル社とその主要株主は XRP の巨大な山を所有していたと。で、リップル社とその主要な意思決定者は巨額の XRP を持ち、彼らがした約束を守り、彼らが資金的に必要としたことを行うために売上金を大規模な取り組みに充てる。それは XRP の価値を高めることだと。で、SEC は以前に起訴して成功した事例をうまく利用していると思いますと。テレグラムや LBRY の事例、もちろん、そしてもちろんキックインタラクティブの事例も説得力のある資料として使っていますと。キック訴訟はトーレス判事と全く同じニューヨーク南部地区で判決が下されたため、リップル社にとって、最も問題であったと。しかしリップルは私が前に見たことがないような戦いをしたと。私は感動した。私は簡単に感動するものではないと。リップル社の最終準備書面を見ると、どの法的問題にも足を踏み入れていることがわかる。第一に SEC は XRP のすべての販売行為が金銭的なものであることを証明できていないこと。第2に XRP は投資契約として販売されていないこと。第3に共通の企業体は存在しないこと。第4に XRP 購入者は投資契約を締結していなかったこと。で、購入者は XRP の価格を上昇させるためにリップル社に頼ってはいなかった。裁判所は SEC の権威を定義する法律を改正するよう求めている。SEC が反論を勝ち取るためには裁判所が投資契約が存在しうるという SEC の理論を支持する必要があると。
SEC が企業とは何かということも、そのような企業を定義する要素のいずれかを証明することもできないとしても、引用された共通の企業が存在しているという証券取引委員会の理論を支持しなければならないと。で、リップル社は努力する約束をせず、その義務をはっきり証明しなかったにもかかわらず、また利益が圧倒的にリップル社の努力ではなく、市場の力によるものであるのにもかかわらず、リップル社の努力から利益を期待することは合理的であったとする証券取引委員会の説を支持する必要があると。法廷はまた、リップル社に参加しないと明言したすべての意見書がリップル社に参加する、と結論付けなければならないだろうと。で、彼らは共通の企業に参加したわけではなく、企業に参加し、そこから利益を期待するということは、リップル社の努力に基づくというのは間違っていると。私は議論と事例について多くの時間を費やしてきましたと。私は今、非合法な、準備書面を提出できることを誇りに思いますと。リップル対 SEC 事件の予想をするにあたり、この事件のすべての申し立てを読みました。すべての公聴会を聞きました。すべての問題を研究しました。彼女がどのように判断するのかを見るためにトーレス判事の他の意見も読んだ。引退した連邦判事とも相談したのだが、彼らは私を嫌っていたということで、まずね、リップル社、勝訴の可能性。私はリップル訴訟には4つの可能性があると考えている。あなたが正確さを好むことを知っているので、私はそれぞれの可能性に正確に起こる確率を示しましたと。パーセントの確率で起こることであり、私が最も可能性が高いと思うものから始めることにしますと。パーセントの確率で起こることであり、その結果は太鼓判です。私は正確に 49.56% リップル社が勝つと思っています。その確率でリップル社が略式判決で勝利し、XRP が証券として販売されておらず、リップル社の勝利となる。リップル社が勝つと思う理由は、リップル社は XRP の購入者に対して販売後に法的義務を負わなかったからですと。この問題については上訴ではリップル社が勝つかもしれないですが、審判レベルでは、勝たないと考えている弁護士もいますと。トーレス裁判官の他の意見も読んだが、彼女はまさにこのような勇気ある判決を下すような裁判官だと思うし、この問題ではリップルが勝つと思いますと。リップル社がこの問題で勝つと思うのは、リップル社が正しく先月にパラダイムオペレーションのアミカスブリーフからこの問題で予想外の支援を受けた。パラダイム社は投資会社だが、その準備書面で法律事務所の仕事を引き合いに出していますと。その法律事務所の一つは、実際に非常に驚くべきを行いましたと。それを行うには1年か2年かかったに違いないが、彼らは証券違反に関連する266の法的判断を検討し、その準備書面の2ページには連邦政府を包括的に分析した結果明らかにしたと書いていますと。連邦法及び上訴法を総合的に分析した結果、投資契約取引に関するハウェイの分析を原資産に関する議論に結論に変換しようとする証券取引委員会の試みを支持する根拠は存在しないことが明らかになりましたと。投資契約は発行者と投資資金を提供する投資家の間に何らかの明確な法的関係があるとされたが、リップルのケースではリップルと XRP の間に継続的な法的関係がないことが明らかであると。SEC はそれに対処できていない。米国の最高裁判所がその準備書面において引用した判例は、デイビス対リオランチョエステート事件で、裁判所は原告と被告の間には業務委託契約はなく、被告は購入契約によってそのような業務を行う義務を負っていないと判断し、当事者間に共通の業務がない場合には企業の利益を期待することはできないとしている。当事者間に共通の企業はない場合、転売時の利益に対する期待は本質的に単なる不動産の売却であるものを投資契約の売却に変えるというのは不十分でありますと。そうすると、今日のハウェイ社が全く同じオレンジ畑を売却するとしたらどうなるだろうかと。30年代に行った全く同じオレンジ畑を購入者に販売後の義務を負わせることなく販売したとしたら、裁判ではどうなっていただろうと。リップル社とコインベースで XRP を購入した人たちの間に違いはありません。法律の基本的な解釈ですと。法律は販売契約ではなく投資契約を要求していますと。リップル社は XRP を売って
っていて、それ以上何かをする法的な約束はしていませんと。その通りです。リップル社は XRP を販売しているのです。さらに何かをするという法的な約束はしていません。私はあなたにそれを売ってあなたのお金を取ります。それは資産の販売であって証券ではありません。私の一番の予想はこの問題ではリップル社が勝つということです。しかし私はもうこの問題にあまりに情熱的なので話を進めますと。もうあなたを退屈させてしまったかもしれませんねと。ハウェイテストの2番目の要素である企業については私よりも頭のいい人がいるのでこのことについて話すのは問題かと思いますが、資産の売り手と買い手の間に共通の企業が必要で、私たちの事例があるニューヨーク州ではリビットの事例が法的拘束力を持ち、その定義によると共通の企業とは投資家の資産が全て一緒に集められ、投資家全員がその計画から生じる利益と損失のリスクを共有する企業であると定義しています。企業とはあるいは企業であったとは、おそらくこの事件の主要な問題ではあるが、 SEC は55ページ中5、6ページしか費やさずこの問題について話していますと。リップル社は資金を集め、それをデジタルエコシステムの構築を含む運営に使用することで共通の企業を設立した。その場合 SEC は2つの大きな問題を抱えることになりますと。1つは XRP レジャーは販売が行われるずっと前から存在していたため、販売された資金のどれもが実際にレジャーを構築するために使われたわけではありません。第2に、もしトークン価値の上昇や下落を裁判の判断材料にするなら、それはリビット事件やそれらの事件で要求されるようなもので、そのトークン価値がリップル社の努力に関連していることを証明しなければならない。そうでなければ共通の企業が存在しない。テストのもう一つの要素である利益に対する期待も存在しない。この時点で実際に SEC はそれが期待できるものであると証明するだけでなく、実際にそれが起こったことを証明しなければならない。SEC はこの分野で4つの大きな問題を抱えています。共通の企業に関する議論。第一に、どのような購入者がリップル社が XRP をリップル社が価格を上げることを期待することができたのでしょうか。リップル社が法的義務を負っていないのに XRP の価格を上げるためにどのように信頼することができるのでしょうか。それはテスラを買ってその価値が上がらなかった時にイーロン・マスクを訴えるようなものですと。SEC が抱えている2つ目の問題は、リップル社がジョン・ディートン弁護士を通じて実際の XRP 保有者から何百もの宣誓供述書を提出していることだと。第3に SEC は明らかにリップル社の努力が XRP の価格に何らかの影響を与えたかどうかという問題についての専門家承認を見捨てたが、専門家承認の分析はほとんどの場合、特に2018年から XRP の価格はおそらく皆さんもご存知のように暗号市場に基づいて動くということであり、リップル社が行うビジネスの動きには連動しませんということでしたと。さて、これらの問題に対して SEC が証明する証拠の一例です。XRP の購入者が、価格の上昇を理由にリップル社に依存していたということを証明するものです。私たちが関心を持っているのは信頼の高揚と流動性がネットワークを成長させることであり、 XRP の価値と全体の組織にとって実際に最良のものになることなのです。2014年クリス・ラーセンさん、このような発言はリップル社を不利にするものですが、これは裁判であり、証拠です。問題は SEC が誰かが YouTube のインタビューを見て、それを見てクリス・ラーセンという人はいい人そうだし XRP の価格を上げるために努力していると言っているから、あの XRP を買いに行こうと思わせたことを証明する責任を果たしたかということですと。つまり SEC は証拠の未解決事項を解決しなければならないのですと。さあシャンパンを置いて大事なところで話をしましょうということで、今度は SEC 勝訴の可能性ですね。リップルが負ける場合です。リップル社対SEC 訴訟の結果、2番目に可能性が高いと思うのは、私の予想では 29.99% の確率でリップル社が負けることですと。そう、これは明確な可能性であり、私はあなたに嘘をつくつもりはない。裁判が絶対勝利するとか絶対負けるはずがないという人の言うことを聞いてはいけません。私は勝てるはずの裁判に負けたことがあります。私は敗訴したはずの案件を略式判決で勝ち取ったことがありますと。私たちは一人の裁判
下に多くの複雑な新しい情報を読み解き、非常に難しい判断を下すように依頼しているのですと。これは簡単なケースではありませんし、どうしてリップル社が負けるのかと聞かれるかもしれませんが、実はリップル社が勝つという分析よりもずっと簡単なことなのですと。そのプロセスの第一段階は、トーレス判事が基本的な法令上の分析として以下のように判断することだと思いますと。投資契約が販売後の義務を必要とするかどうかは、彼女が判断するには真新しすぎる問題で、この問題は上訴裁判所で判断されるべきですと。私は以前そのような判断をする裁判官を見てきましたと。そしてこのような重大な決断を下すことはトーレス裁判官にとって大きな決断であり、それは彼女の勇気を必要としますと。また裁判官にとっては上訴することを承知の上で不利な判決を下す方が簡単で、上訴裁判所でその問題に取り組めば、審判レベルの裁判官は次に波及する損失に対する対処する必要がない場合がありますと。トーレス判事はハウェイテストの4つの要素を評価し、推進同意すると思いますと。なぜならリップル社は単に XRP の販売から得た資金を事業資金として使用しており、特に2013年から2018年は XRP の消費的利用があまりなく、投機目的のために購入されたに違いないと考えているからですと。リップル社の社員が XRP の価格について語った電子メールや YouTube の動画は8年分の仕事をしたことになりますと。リップル社が潜在的な投資家にその努力から利益を得ることを期待させたかどうかが問題であり、それは経済的現実とリップル社の表現によって答えられるものであって、各個人がどのような動機を持っていたかは関係ないと。もう一つ説明させてくださいと。リップル社が負ける確率は 30.1% で、それは実際には損失ではない損失を含んでいますと。どういう意味かというと、ブラッド・ガーリング・アース CEO が最近リップル社は銀行に 10億ドル持っていると言いましたと。暗号技術の記録的な失望と罰金を支払うよう命じられる可能性があり、非常に大きな金額を支払うことでおそらくそのビジネスを継続することができますと。負けた場合ね。そこで問題になってくるのが、リップル社の損失額はいくらになるのか、そしてリップル社は廃業にいくらで追い込まれるのかということですと。2013年から2020年の第3四半期までにリップル社が10億と3億8800万ドル相当の XRP を販売したと SEC は主張していますと。それが損害額と罰金ですと。この数字から私が言いたいのは、たとえリップル社が 100% の損失を出しても財務的に嵐を乗り切ることができるかもしれませんということですと。例えば裁判官がオンデマンド流動性 ODL ですねの活用事例が生まれた2018年までの XRP の販売だけを違法販売と判断すれば、奨励額はそのほぼ半分になり、リップル社はその損失をそのまま切り抜けられるでしょうと。だから私はこのような状況を損失として含めていますと。で、分割して判断すると、初期の XRP の販売は、有価証券の販売でしたが、ODL 後はある時点でその認定を失い、非有価証券となりましたと。で、その結果は私は以前はそうなると思っていましたと。ジョン・ディートン弁護士も賛成していましたが、最近私はその可能性が低いと思い始めていますと。なぜならば、主にトーレス裁判官は理にかなった決定をしなければならないからですと。彼女は自分の意見を書き出さなければならず、それはとても難しいことですと。なぜなら、リップル社のある売上は機関投資家向けに行われて、ある売上は公開市場で行われて、ある売上はリップル社の一般資金と別口座から隔離され、ある売上は米国市民向けに行われて、ある売上は米国市民以外に向けて行われ、それらの売上は米国の連邦法では計上されないというものでしたと。つまり、分割するためには論理的な切り口を考えなければならないんですが、裁判官はこれを理解することができませんと。彼女は最初の判決を下し、その後、当事者がどの売上が何であるかを伝えることに頼らなければなりませんと。これは非常に難しい状況です。とにかく詳細が多すぎるのですということですね。で、続いて、引き分けの可能性。リップル損失の話からリップル事件の結果に関する第3の可能性へと進みましょう。最後の可能性は 19.14159 の確率で、発生しますと。それはすぐに勝者が決まらないという驚きの判決ですと。この訴訟の可能な結果について話してきましたが、ここで誰もが公正な通知の防御はどうなのか、ヒンマン電子メールはどうなのかと考えていたのではないでしょうか。ヒンマン電子メールはリップル社の準備書面23ページに登
登場しますが、非常に特定の点を打ち消すためにだけに使われていて、見事に改ざんされていますと。私は前に電子メールはリップル社の公正通知の公弁を裏付けるためだけに使われていると述べていましたが、そうではありませんでしたと。第5条違反に関連すると思っていたので、たとえそれが編集されて改善されていたとしても、何が書いているか分かりませんが、私の直感ではリップル社はこのメールへの言及を強制したのだと思いますと。というのも、リップル社はこの準備書面において裁判官の前で悪質な内容を明らかにしたかったからですと。 SEC のね、この準備書面では公正通知の公弁を主張しないので、この方法しかなかったのだと思いますと。リップル社が取った大きなリスクにつながりますと。そしてなぜこの申し立てでは決着がつかないのか。リップル社が公正通知の申し立てで行ったことは賭けだったということですと。最初の準備書面では、裁判官が公正通知の主張を判断するのは適切ではなく、裁判では陪審員が判断すべきであると主張しましたと。そしてその後、それについて議論するのをやめましたと。このような場合、SEC からの反論が必要となり、裁判はさらに長引くことになりますと。SEC はなぜ、公正取引の主張が裁判に持ち込まれるべきではないと考えているのでしょうか。31ページ目の一番下の脚注を読みましたと。SEC の率直な発言に驚きました。実際的には理由がありますと。なぜそのような弁護が陪審によって審理されないのか、また審理されるべきではないのか。SEC の内部審議や無数の市場参加者の考えを証拠として、これは提供することになり、SEC からの反論が必要となり、さらに裁判が長引くことになりますと。なぜなら、リップル社は私たち XRP が実際に行ったことを行わなかったことについて証拠を提出することができ、その結果、SEC たちは弁護をしなければならなくなるからですと。しかし、もし裁判官がリップル社に同意すれば、弁護側は陪審にかけるべきでしょうと。どうせ陪審裁判をするのなら、全ての問題を明らかにした方がいいというのが一般的な司法の考え方かもしれませんと。この難しい暗号技術について判決を下さなければならないという裁判官のプレッシャーもなくなりますと。で、今年実際にあったことなのですが、明らかに裁判長が判断すべき問題なのに、裁判長がどうしても判断しようとしないと。リップル社はこの裁判を決着をつけたくてたまらないのでしょうし、あなたもそれには納得はできないでしょうと。裁判は早くて2023年の夏まで、もしかしたらそれ以降も続くかもしれませんが、それはそれで仕方ありませんということですね。で、4つ目として、考えもしなかった展開の可能性。これは4つ目の、そしてこの事件の結果について最後の可能性を考えてみましたと。それは裁判官が、私が考えもしなかったような驚くべきことをするのですと。例えば、リップル社の公正な通知の弁護を認めたり、独断で何かしたりすることですと。その可能性は 5.3%、いや 7% かもしれませんと。私はそれが何であるかわからないので議論することはできませんが、4番目の可能性は誰も本当に考えつかなかったことであり、それは時々訴訟で起こりますと。結論として法的概要公式訴訟予想は、リップルが勝つ確率は 50.12%、SEC が勝ちリップルが負ける可能性もあるが勝つ確率は 29.88%、そこに 19.11% ですと。このラウンドは引き分けで2023年裁判が行われる可能性がありますと。そして、5から 7% の確率で予想外のことが起こりますと。言い換えれば 110.6% 確率で何かが間もなく起こりますと。最後に、この訴訟の結果はいつ分かるのでしょうかと。私の友人のジェームズ・フィラン弁護士は2023年、3月31日かそれ以前に起こるだろうと言っていますが、彼が言う通りならそれはそれで、としてそれはそれですということですね。コメントを綴られてます。といった形でね、20数分の動画の方、YouTube でですね、アップの方をしてくださいました。ジェレミー・ホーガンさんね、皆さん有名な方ですので、かなりの方がですね、ツイートでこれに、お疲れ様とかありがとうということをですね、コメントをされてました。で、略式判決ね、まだ始まって、どんどん進んでいくかと思います。情報の方もね、まだ細かに出てくるかと思いますが、来年ね、もしかしたら決着つくかもしれませんが、それからまた裁判になる可能性もありますけども、僕の方でね、毎日海外の方から情報の方を精査して、動画の方はできるだけ毎日ですね、配信できるように頑張っておりますので、よかったらね、また別の動画も見ていただければと思います。
はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利20%以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方にすべてね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。